も皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。大頭に他人のまつげにえのきだけを乗せてくるアモーレさやです。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ヤマタの六六尾。気持ち悪いし、さやさんいる。可愛いでしょ。取り込まれたの。可愛くねえわ。はい。ということで今回こちらです。0100。何ですか、眉毛の話ですか。いや違いますよ。眉毛がふさーってしっかり眉毛の女の子か、いっそ眉毛が生えてない子が好きです。だからなんだって話なんですけど、という企画、違います。今回やっていく企画はこちら。リドンドン。人気漫画アニメゲームのキャラクター0歳から100歳全部一人ずつ描いてみたー。沖縄ビーム。はい。ということで、今回ですね、先日やった動画、こちらね、はい、50音順書いてみたと。それやった時にちょっと思いついちゃったわけですよ。年齢って面白いんじゃない？まずはちょっとルールの説明からさせていただこうと思います。はい。今回対象は漫画、アニメ、ゲームから、この0歳、100歳のキャラクター1人ずつ引っ張ってこれるんじゃないかと。そして全員埋めていこうと。はい、それ全員がギュッと集まった集合園になったらなんかとんでもないものになるんじゃないかと。ルール1、実年齢ベースでやっていこうかなと。はいはい。なので、見た目年齢とかではなくて、実際年齢が何歳ですよとか。ああ、そうで、見た目はすごく若いけど、実はなんか何百年眠ってたから何歳。いや、そうっていうのが発生するので、その辺は都度調べてきながらいきます。はい、完結済みの漫画に関して、だいぶ昔とかに終わってる漫画に関しては、ちょっとそういう風にやらせていただくけど、さすがにリアルタイムでまだ完結してない漫画の連載中とかね、連載中とかの漫画で年齢が物語のネタバレに触れる可能性のあるものに対しては、出る瞬間にネタバレ注意喚起を動画内に入れるので、そんなやばいのけどで、今から基本的に僕たちは、じゃあ誰書こうかなって言った時にルフィって言って、作中で時がどんどん経過するわけで、その中の年齢のどこを採用するかは、ごめんなさい、ちょっとそこは自由にやらせてほしいです。はい、例えば第1部ではこの年齢とか、でも今回書くのは第2部の年齢で書きますとか、なんかその辺はちょっと柔軟にやらないと、ふわっと多分無理。で、さらに年齢調べるのはいいけど、自分たちのオタク道の引き出しから出してください。読んだことも見たこともないものをそこに当てはめるのは NG です。NG。ちゃんと知ってるキャラじゃなきゃダメ。そういうことです。だからこれはね、ごめんなさい。あらかじめちょっと断っておくと、引き出し不足により、埋まらない可能性というのが出てきます。ああ、そうですね。もし最終的に夏目さんが全部埋められなければ、皆さんコメント欄でご協力いただければと。あらかじめちょっとここはご了承いただければ。頑張ります。今からね、こうラフで、こんなキャラいた、こんなキャラいたっつってサラサラっと書いていくので、最後にはしっかり仕上げてね、1枚のイラストにしていければと思いますので、それではやっていこうと思います。ピヨコ出てきたね。ピヨコ何歳だろう。ピヨコ82とかじゃない。いけてんなあいつシワシワやもん。早速書いていくんだけども、このキャラ描きたい、このキャラ描きたいってやっていくじゃないですか。ここだけなんかこんもりしちゃいそうだね。ここだけなんかズドーンって喧嘩が起きるのよ。なので、それを避けるために、今回こんな、夏目さんち最近おなじみのカードたちですね。僕は0歳から9歳から10代から90代まで、100歳含むと。100歳。これを今からシャッフルして、お互い1枚ずつ引いていく。じゃあ僕が引きました。40代です。はい、さやさんが引きました。ちゃんと。まあこうなるわけですよ。で、これで一回書いたら、避けてください。で、避けて、もう一回次はここから引くと。これを一周していったらまた山札を戻して、また最初からやると。いう感じなので、各年齢をバランスよく埋めていければと。だから90代、90代、90代、90代みたいな。みたいな地獄が起きない。では行きましょう。記念すべき1人目です。ドンマジかよ時間はね、一応5分ずつにするけど、キャラクターが出なかった場合、なんか柔軟に対応していきます。用意スタート。僕マジで露骨に派遣行きますよ。嘘。もう分かった。もう分かっちゃった。もしかしてピンやつ。はい、分かってます。でも書いたことないです。なんかゲンさんちっちゃい子好きってよく言われてるけど、そこのワードだけ聞くとゾワつくけどね。ゾワつくけど。いやでもなんかさ、前回のさ、50音順の時さ、ものの見事に結構世代に寄っちゃったじゃないですか。確かに。ゲンさんちゃんとそのさ、反省を生かしてるね。そう。でも
も世代っつっても好きだからね。まあね。最近のキャラも好きなんだけど、どうしてもああいう時にとっさに出てくるのはさ、シャンクスも言ってたんだけど、体に染みついた酒が一番うめえみたいな。おしゃれだな、その言い方。そういうことをどうでもいいこと言ってたら終わったわけなんですけど、もうちょっと待ってください。はい、ということで、一人目、こちら、せーの、でどんと。お、出ました。はい。アーニャ・フォージャー。はい、アーニャ・フォージャー。かわいい。これ、一発目からお前そういうことやるんだって感じなんだけど、多分4、5歳。これ確かね、スパイファミリーの冒頭で、どう見ても4、5歳なんだけど、本当にこいつ6歳かみたいな、なんかそういうやりとりがあったと思うんだけど、おそらく4、5歳なんじゃないのっていう説。だから、こう、ちょっとややこしいんだけど、4歳で埋めさせてほしい。で、今回ちょっとね、いきなり例外来ちゃってあれなんですけど、大体こう、作中推定年齢このぐらいでしょうっていうやつは、その年齢でいきます。なので、今回ごめんなさい、アーニャちゃん4歳枠で。5歳は結構いるからね。そう、だからごめん。そういうちょっとやらしいことが起きる。で、さやさん。はい。全然知らないんだけど。ゲンさん多分知らないと思う。今日から魔王っていう、それに出てくる、ボルフラムっていう男の子なんだけど、見た目すごいお姫様みたいで可愛い少年なんだけど、年齢実は82歳なんですよ。そんな潰し方あるんだ。今回いきなりなんか、このゲームの幅を見せたね。いや、そうそう。一発目から。こういうことになるわけですよ。こういうこともあるわけですよ。ということで、じゃあ1個目から波乱でしたね。次のカードいきます。ドン。うわー、5、60。一応言い忘れてたんだけど、作品かぶり OK です。あ、そうですね。はい。今回ちょっと作品かぶり OK にしないと、絶対に無理なので。OK。OK。じゃあ行きましょう。ウィリー・ウォンカ、ウィリー・ウォンカ、天才ショコラティー。ウィリー・ウォンカ、ウィリー・ウォンカ。最近よく聞くんだけど、何なんだわかんない。頭の中になんか流れてくる。もう洗脳されてないそれ。4年後チョコレート工場に向かうさやの姿が確認される。怖っ。さあ、ということで、まずは50代、60代。せーの、でどん。おー。知ってますか、さやさん。すごく強い人。間違いはない。すっごく強い人。大概ね、漫画の50代は強いんだよ。めっちゃ強い人。これはね、ボルサリーノ、キザルですね。ブラッドレイって何歳？これじゃ60歳だ。あ、ジャストなんだ。でもさ、よく考えて。60であの動きしてたってやばくない？やばいね。ちなみに58は、2年後ですね。2年後の年齢で58だと思います。で、60。あ、いいじゃん、いいじゃん。でも、いいじゃん、この埋めづらい層を埋めてるのいいね。埋まってきた。4つしかチェックしてないで埋まってきたじゃんっていう。じゃあ今、ちゃんと幻想見てる。はい、じゃあ次、ドン！よし！なんか私は年齢どこから書こうかな。楽しい20代。こいつ待って。始めちゃっていいですか？よい、スタート。前回はちょっと僕自分の少年時代に寄りすぎたから、今回はなるべく新たにこう読んでいる作品からちょっとどんどんいこうかなと。でん、かっこよ！五条戦よ。五条戦やん。サトル 28？ はい、五条悟28歳、年下。うわ、かっけー。なんか今、ゲンさんとの間に無限を感じるんだけど今。やめてよ。すごい感じる。あれだ、待って、名前わかんないけど、忍たま。忍たまの山田先生。そうだ。山田先生、女装に自信が終わりだから。まあまあまあ、女装姿の方がいいかなと思って。なんで忍者の姿に書いてあるの？じゃあ次。はい、次。高くない年齢操作屋さん。80から始まり60、40でさ。私まず90代のお知り合いいたかしら。さあ、ということで、10代と90代。せーの。誰？カンコレの吹雪ちゃんっていう。カンコレって実際の戦艦を擬人化した女の子たちが出てくるんですけど。なるほど。ってことは、その戦艦が生まれてから。生まれた日なるほど。で、当時から計算すると95なんですよ。95年経ってるんで。よう見つけたね。僕16歳。3をつけろよ。デコつけろよ。デコつけろよ。アキラの金田です。金田です。まあ名作です。大好き。じゃあ残り。どうぞ、30と70です。引くねえ、さやさん。さやさんどうした？なんか、恒例引くねえ。参りますか。よーい、スタート。この戦争終わらせるわ。もう今ので分かっちゃった。分かっちゃった
でオンジチーズのこと考えてんじゃね。アルモンジね。アルモンジは73歳です。73歳なんだ、あの方。で、ゲンさん。はい。終わらせに来てんじゃん。この企画を終わらせに来たって言ってきて、さっそうと来てくれて。ありがとうございました。ここで終わったよ。ありがとうございました。終わんねえんだよ。ただいま39になって。シャンクスっていっぱい出てくる？いっぱい出てくる？どういうこと？一人で？漫画にいっぱい出てくる。そういうことじゃない。そういうこと。びっくりしちゃった今。シャンクスのクローンとかないですよ。ワンピースそんな伏線あったっけと思ってびっくりしちゃった今。じゃあ次行きましょう。はい。ということでこれで一周したので。一周しましたね。はい。またもう一回戻しますか。ここからよ本番は。はい。じゃあ次行こう。さあじゃあ2巡目。ありがとうというわけでさやかさん10代でございます。ねえこれさこれ怒られる？怒らないです。怒らない？私戦艦を持ってまいりましたので90代で何をあなたが書こうと私は怒りません。確かに怒らないよね。はい。また行きます。ワンピース。あ、そういうそっち？ありったけの夢をいやもう本当にかき集めちゃう。かき集めで探し物探しに行くのさ。次に入るワードは何でしょう？急なクイズ。いや気になっちゃったよねみんなね。気になっちゃうよ。ねこれ応募で正解した方にはゲンさんからの投げキッスをね20年もののゲンさんの投げキッス20年分でもなく僕が10歳ぐらいの頃に温めた初多元からの投げキッスは届くんだ。届くいらんすぎる。せーのドン。はいよっブルックでございます。以前夏目さん家でコラボさせていただいた正治さん、テキーラ正治さんとジャングル P っていう主題歌で、多分ジャングル P 主題歌あたり、このアニメがはいね炭治郎ね書きたかったの、ずっと前回の企画も書きたかったんだけど、別の推しを書いてしまったので、そう今回はちょっと炭治郎ね15歳代表で。次でん引くね。オッケーです。なんとさや選手2分も残ってる。オッケーですっつった今。はい。暇になっちゃったな。なんだそれ。歌でも歌ってようかな。ネタバレかましてくんだこれ。ポンじゃないのよ。バーランポ。いい顔してる。はい、まあまあ波平ね。波平50代なんだ。54歳だそうです。54歳なのね。なるほど。すごいどうでもいい情報を出すと、僕のおばあちゃん長谷川町子さんとお友達でした。すごい。サザエさんの作者と。はい、作者さんとお知り合いだったみたいですね。っていうのを昔聞きましたね。そんなすごい情報をこの夏目さんち4年目にして出してきたね。はい、出してきましたけど。そして僕はクラウドストライフ23歳。23なの？21かと思ってた私。一応僕アドベントチルドレン大好きなんで、その時の年齢にしました。ああ、そういうことね。はい。次です。ペン。60代と40代。せーの、ドン。ね、これ誰？それは知らん？ドクターストーンの化石。かわいいんだこのおじいちゃん。おおここか。碇玄道ですね。40代なの？いや、あの人ね、48ですね。おー、48。はい。ドン。30代ね。結構いいんじゃない？では行きます。30代と80代。せーの、じゃん。こちら、方針演技の太公望、主人公です。84なんだそうです。あいつ84なんだ。なんか作品が終了時点、完結時点84歳。だそうで。多くない？そういうやつ。ジョジョの奇妙な冒険第4部よりキラヨシカゲ、マイルドにしておきますね。僕ジョジョね第4部が一番好きです。4部7部3部っていう順番です。なんですけど、第4部よりキラヨシカゲです。そう後ろにゆるキャラみたいなキラークイーンも書いてきましたけど。行きましょう。ドン。いやお前出しすぎって言われるかな。嘘、もしかしてまたダメピース？でも分かるから言った方がやっぱり作品が好きということなので甘えていきましょう。だけど間違えたんだ。私ね、幸四郎は主人公の太一が5年生で幸四郎は1個下の4年生って覚えてたから9歳だと思ってたのよ。誕生日の違いだったんだと思うんだよね。なるほどね。はい、アドベンチャー時点で10歳だったらしくて、あれじゃあギリやっちゃったのね。そう、ギリこれからはみ出ちゃって危ねえってなって8歳のタケルにしました。タケルね。ゲンさんの書き込みすごっ。もうみんな大好き白ひげ海賊団船長エドワード・ニューゲートでございます。
72歳です。さあ、これで2巡目が終わったところですが、前回に比べてちょっとなんか年齢幅出てますね。ではいきますか。3巡目。やったー、60代か。この年代はね、マジね、博士調べときゃ間違いないと思う。確かにキャラクター博士年齢で検索。そううんまお茶の水博士は68歳だそうです。お、銀さんよ。はい、坂田銀時。銀さんって 27？ はい、27で糖尿ギリギリってちょっと危ないよ銀さん。確かにだったらやべえわ。いきます。70が50。オッケー。セーブ選手2分40秒残してゴールイン。嘘、ゴールインしちゃった？しちゃった。早くない？まだから歌でも歌ってようかな。歌ってな。タッタタラリラピネタバレすんなって歌で。何が全然。あ、そうか。ごめんね。全然。はい、せーの。ドン。ちびまる子ちゃんのおじいちゃん、友蔵はね、76だそうです。76。はい。ここ同じ世代に見えるけどね。確かに20も差がある。これコナンの、コナンのアガサ博士なんだけど、いやなんか60代で検索した時にアガサ博士一発目で検索したの。それで52って出てきまして。思ったより若いのよ。あと2個博士つなげたら消えちゃいそうだね。で博士でぷよやってねえの。よし、じゃあ次。で30代。待って、すごくない？さ3回目なんだけど。はい。さやさん、ゲンさんにリクエストしました。もはやね。せーの、ドン。あ、いい。これはもうみんな大好きロイ・マスタング大好き。ありがとうゲンさん。書いてくれてありがとう。青春ですね。いや、大好き。もう本当に好き。死ぬまで殺すまでだですよ。いやー、もうみんなやったでしょ。もうこれとさ、これはもうさやったよね。ちょっとアニメ派の方にはまだちょっとしか情報が出てないかもしれないんですけど、これは「鬼滅の刃」の頼一さんですね。頼一さんって白目だったっけ？白目か。そう、最後に国志望と会った時が80を超えていたっていうモノローグがあるので、おそらく80以上、ざっくりなんですけど確実に80は超えているそうなので、多分ね。そう。じゃあちょっとごめんなさい、暫定80。はい、次国頼一さん。はい、じゃあではいきます。おい、今再びの90代。じゃあちょっとね、90代がマジでいない。で今ね、さやがちょっと見たところ90歳にハウルの動く城のソフィーがおばあちゃんだからワンチャンと思ったんだけど、90ジャストでした。こいつと被ってました。ブルックだけ2年前にしていいんだったら88歳になる。まあワンピース全部2年後にしてるからブルックだけなんで90じゃないのって言われるとちょっとそれは痛いんだけど、初登場時のブルックということにさせていただければ。そうしますか。じゃあ行きますか。はい、行きましょう。よーいスタート。さあということでこちら09と90、せーのでん。ガッシュベル。ガッシュっていくつなの？6歳らしいです。あ、6歳なんだ。はい。ただ作品中ちょっとガッシュも年齢というか、上がっていくタイプの作品なので、最初の方が多分6歳だと。で、さやさんジブリハウルの動く城から、ソフィーって最初18歳なんだけど、魔法がかかって9歳のおばあちゃんになっちゃうっていうシーンがあるので、そのシーンをちょっと入れさせていただきました。なるほどね。なので、おばあちゃんバージョンのソフィー。じゃあ3巡目ラストかな。はい。やさんに渡さなきゃよかった。はい。オッケーです。10代と40代。はい。いきます。せーの、ドーン。リンクってね、あんまりね、明確に年齢出てくること珍しいんですけど、この子は12歳です。風のタクトのリンクは12歳で、妹を助けるために船に乗って海に出るっていう素晴らしいお兄ちゃんです。そうだよ。リンク妹がいるんだ。そう、妹も可愛いんですよ。さやさんは？さやさん、7つの大罪の番、23歳時点で不老不死になってしまったので、年齢としては43なんだそうです。では4巡目でございます。はい、4巡目。4巡目いきましょう。はい。なんでさや今回すごくない？すごいね。はい、さあということで30代と60代ですが、せーのひろし全国のパパじゃん。パパ代表ひろし、野原ひろし35歳。
さやさんどこ書いた？さやさんここです。ちょっと年齢ミスっちゃって甲虫おじさんがチラッとしてますけど、ここです。あ、待って、これあれだね。じゃあ作品に関する重大なネタバレを含んでますので、ごめんなさい、いろいろさせてください。はい、させてください。67歳のさやさんが大好きなとあるキャラ書いてます。だいぶね、昔の作品ではあるんだけど、物語の核心に関わるネタバレすぎるので、もしかしたらモザイクしてます。はい、はい、彼女は67歳ですね。はい、記憶喪失だった、はい、彼女。じゃあ次ドン。どうする？そろそろごめん、追加ルール。さやさんがあんまりにもおじいちゃんあまりにもおじいちゃん引くで今ちょっと偏ってるので、追加ルールとして引き直しリドロー券を各自3回やったー持てるということにしましょう。はい、じゃあ引きます。せーの。まあどっこい。ヒント？ヒント。もしかして。気づいた？今の曲多分知ってるよ。知ってる？多分わかりましたよ。こういうことですよね。ちょっと似てる。言いたいことめっちゃわかるの。面白い。やば。じゃあ40代と50代。50代。いきます。せーの、ドン。ちっちゃいんだけど。ちっちゃい、かっこいい。こちら九山です。おお、こちら49でございます。ワンピースのなんかすごいところが。ワンピースのマジ神たちが集まってる。もうワンピースの頂上戦争が多分今から始まる。だってさすがにさやさんも知ってるレベルのさ、大物たちが出てくるでしょ。さやさんは何歳なのこやつは？相当でしょ？はい、鷹の爪団の相当。何歳ですか？55歳だそうです。55なんだ。はい、出てんだ年齢。はい。はい。いきます。はい。やったー。喜びを噛み締めて。噛み締めて。じゃあいきます。20代と10代。よーい、スタート。さあ行くわよ。急にさやさんなんか生き生きし始めたね。生き生きとした。急に生き生きしたけどどうしたんですかね。15円にいたら文句なしのスーパースターを俺は書いてみせますよ。おでもよ。ダーン。うまくない？ It's me! マリオさんは、どうやら24から26らしい。そのぐらいだよねっていうのを公式が出してるので、そうなんだね。どっかを採用しようかなと思うんだけど、24にさせてもらおうかなと。はい。出た。いやもう。好き。こっちでゆうたの方ね。ゆうたの方ですね。なぜかリカちゃんの方ばっかり喋っちゃったけど。はい、おこつゆうた先輩ですね。おこつ先輩。はい、おこつ先輩。映画版じゃなくて、現在連載中の。呪術廻戦のジャンプで連載してる方の年代での。おこつ先輩は17歳ですね。なるほどね。はい。次行きましょう。はい。さあ参りましょう。先生決めました。決めましたか？はい。でもすっごい好きな作品の、ついに100埋めます。100？いきます。せーの、ドン。まあ100っぽいけど。100歳っぽいけど誰ですかこれ？これはディズニー映画のリメンバーミーに出てくるママココです。そういえば。はい。っていうか作品終了時点で100だそうです。はい。これもう僕会心の70代。誘白の限界です。誘白の限界は、戦闘中に一瞬だけ若かりし一番ピークの頃の姿になるっていうかっけえババアです。で100が埋まった。先ほどさやさんがリドローした80。残ってますけどね。入ってるわけなんですけど、リドローできないんですよ。できないですね。いきます。ドン。はい、ありがとうございます。いいですよ、チェンジしていただいて。やったー。無理やり埋めてもしょうがないんで。僕まだ80いけるんで。おー。じゃあ4巡目ラスト。80代と09。用意スタート。さやさん、どうしよう、また革新系かもしれない。そういう系？でも書きたい。実は何歳目？そう。でもこの世代の実は何歳ってさ、実はまだ生まれたばっかみたいなそういうタイプでしょ？あるある。僕もそういうので何個か目星つけてた。ドン。ワンパンマンのシルバーファングです。だんだんなんかクソ強師匠枠みたいな。81歳らしいですね。そしてさやさんはルーク・フォン・ファブレです。ルーク・フォン・ファブレ様じゃないですか。これはまあ時効でしょう。時効ですよね。はい。今でももう名作として愛されている。テイルズ・オブ・ジ・アビスですね。はい。7歳です。さあということで5巡目。今から半分に向かおうとしてるんだよ。半分いってねえんだ。いきますか。40。60。ちょっと待ってください。はい。ちょっとさやさんリドローさせてください。リドローしてください。どうぞ。
50代いますか？ちょっと待ってくださいね。あ、いいでしょう、いいでしょう。いますか？はい、行きましょう。さあ、ということで40代、50代。せーの、ドン。なんでその、絶望してない僕もバカボンのパパっていくつなの？バカボンのパパが41らしいです。結構若い。そう、結構若いみたいで、41らしいです。さやさんはジライヤね。ジライヤです。ナルトのジライヤ。第1部で51ですって。じゃあ第1部ですか？はい。じゃあ第1部の姿で。すげえ。いや、だんだん息切れしてきたよ。ね。はい、聞いてください。はい。やった10代。はい、ということで、10代と30代、せーの、ドン。お？これ三国無双から。そんな感じするわ。曹操様です。出た、さやが好きな。大好き。三国無双7のエンディングのムービーが良すぎて怪我したっていう。それぐらい好きなキャラですね。なんかダブルミーニングで痛いエピソードですね。はい。で、曹操様36だそうなんですね。36。はい。そしてそちら。はい、こちら。キングダムハーツの空です。こちら14歳でございます。結構さ、主人公が多い年が生まれましたね。主人公だよ。大体。じゃあ行きますか、次。はい。セピア。やばいって。70ね。はい、80代と70代。せーの、ドン。お互い誰だね。お互い誰？知らないおじいちゃんを連れてきました。いや、これは、さやさん大好きな、サイレンっていう。あ、わかった。猟銃持ったおじいちゃんだ。あ、そうそう、クソ強いおじいちゃんですよ。わかんねえよ。志村さん。はい、志村あきらさんです。志村さんだ。ゲイさんは？僕は、老人 Z ってやつ。の老人の。そう、の老人の、主人公と言っていいのかな。高沢喜十郎だったかな。はい。では次行きましょう。で、参りましょう。ドン。引き直しにします。はい。じゃあ、さやさん、リドロー。もう最後のリドロー。こっちにします。はい。せーの。おお！当たったね、20代。よかったよ。さあ、では、09歳か20代。せーの、ドン。右。多分2歳。右2歳。作中で2年ぐらい経過してるので、厳密には違うかもしれないけど、多分2歳。はい。で、富岡義勇です。義勇さんですね。義勇さん21歳です。わっけえな、お前。若いよ。義勇さん21なのにあんなに。これじゃあ5巡目のラスト？そうだね。いきます。90だった。はい。さやさん、一応、終わりましたが、僕が。どうしましょう？90代、ギブアップです。ちょっと出ないわ。でもね、そう、90代って意外といなくて、漫画上とかだとやっぱりこう、極端な老齢キャラっていうので100歳超えたりって多いんだけど、意外と90代がおらん。とりあえず一旦さやさんこの回スキップになりまして、60代も終わりました。はい。せーの。なんか、かわいい。ジョジョのキャラなんですよ。4部と7部好きって言ったでしょ？はい。7部に出てくるシュガーマウンテンっていう。でもいくつなの？でも60代だよね、そう、66なんですけど、オタクこういうの大好きなんだけど、実質66歳みたいな。金の斧、銀の斧って話があるじゃん。落としたものがいいものになって帰ってくるみたいな話あるじゃないですか。そんな感じの大木のスタンド。大木からいいものをもらって、1日以内に使い切れなかった場合は、木の根に取り込まれて、木の実になって万人になるみたいな。で、それでこの子は16ぐらいの頃から、大体その年数とらわれてて、ファンの間では66って言われてるっていう考察をそういうことね。見たことがあって。はい。じゃあこんなに可愛いけど66と。66なんですよ。ちょっときつくなってきましたね。はい。で、今、様々な年代集めて49人です。この辺はまだまだ出ると思うんだけど、こっちが厳しくなってきそうなので、高齢のキャラもいけるだけ入れて、ここからやっていこうと思います。